テキラウンドジョンです。今回はね、4月シーズンのね、チャレンジやっていきたいと思います。こちらね、RH ベースビルディングチームっていうところがね、提供してくれた配置のチャレンジになってるんですけど、結構ね、難しいのかなとは思っておりまして、かつちょっとね、同じマス目、同じ動きをね、してくれないこともあったりするんですよね。ちょっと再現性みたいなところで若干低めの配置になってるかなっていうところで、若干の運要素も絡んできたりとか、アドリブ要素、その時々のなんか呪文とかヒーローの能力の使い方のところでちょっと PS というか判断力が必要になってくる配置かなと思っております。で、いきなり全開リプレイ行く前にちょっと事前にね、お知らせしておきたいところと、これをこうするんだよっていうのをね、先に紹介するんですけど、まずウォーデンが、ピヨーンとジャイアントじゃないや、ファイヤーボールで、クイーンがジャイアントアローですよっていうところを紹介しつつ、援軍に関してはバルキリーストライカーとかが飛んできます。ファイヤーボールをね、ぶつけていくんで、援軍に関しては無視するようなルートを今回は僕は取ります。で、一番大事なのがクイーンのジャイアントアローをぶっ飛ばしていくんですけども、なかなかね、マス目がシビアなんですよ。で、当てていきたいのがこのクロスボウじゃない、エアスイーパーとダイクと対空砲3時のこの3つをね、全部飛ばしたいです。で、左にあるアーチャータワーの隣のマス目、黒いマスが2つあるの分かりますかね。まあ、この1、2って並んでるとこの2個目の上側からちょっと置いてあげるみたいなイメージで、で、即能力解放するとこんな感じで、真ん中のエアスイ2つと、ダイクと対空砲を折れつつ、まあ、キングの祭壇とか当たり前のように飛んでいくっていうようなやり方ができるんですよ。まあ、これを今回は目指してジャイアントアローを飛ばしていきます。はい。まあ、それも含めて全開リプレイ早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。そしてね、ちょっと展開的にね、忙しいのでね、すごい素早くやっていくんでね、そちらもご覧ください。まずは、インフェルノドラゴンでタウンホールを取っていくんですけど、ここはインビジブル2枚を使って取っていきます。で、速攻でバルーン出して、スーパードラゴンなんだけど、これちょっと外側で見えてないと思うんですけど、インドラがタゲ取ってない方に対してスーパードラゴン2体あげてください。これヒーローの話ですね。クイーンとロイちゃんなんだけど、ターゲット管理的に、インドラがタゲってない方のヒーローは、スーパードラゴン1体だとちょっと足りなくなっちゃうので2体当ててください。で、先打ちレイジでバルーンを乗せつつスーパードラゴンを3時から。9時の方はアイゴレを盾に、クイーン、キング、キングいないわ。ロイヤルチャンピオン、ウォーデンを進めていきます。で、ここでウォーデンがシングルインフェルの真ん中タゲって防衛援軍かむるタイミングでドッカーンで援軍潰していく。これ結構難しいと思うんだよね。僕はもう慣れちゃったんでできるんですけども、これはね、ある程度練習が必要かもしれないです。残ってるスケルトンの呪文はね、6時のシングルインフェルノとかね、ターゲット取るようなイメージで置きつつ、あとは、ロイヤルチャンピオンがヘイスト薬になってるので、こういったところ、素早く突破したい防衛施設のところを自分から押してあげる、最後の一押しとして使っていくんじゃなくて、中盤の底上げとして、ドカドカドカと進めていくとめちゃくちゃ強いです。これね、一気に全部展開的に進めてるので、一つ一つ説明するのが難しいんですけど、こちら、ちょっとずつね、止めてみてください。このテンポでやんなきゃちょっと、綺麗な感じの余力のある全開にならないんでね。さあ、続けてはね、ちょっとレイジインビジブル型でやっていきましょう、こっちの方。こっちの方はね、このパートが簡単です。インドラ1枚で OK になって、バルーンからのスーパードラゴン。ここも1体ずつで OK です。速攻で処理できる上にかなり余力を持って12時突破できます。その分、レイジをね、スーパードラゴンパートに使えなくなっちゃうっていうところが欠点ですね。で、下の方ね、クイーンこうやって外周部で処理しつつ、ウォーデン使ってあげて、イーグル砲ね、発動しないんで、レイジ型だと。レイジじゃない型だと発動します、ちなみに。で、スケルトンの呪文を使って、ここはモノリスのターゲットを拾いに行くようなやり方を取りつつ、結論ね、この後気づいたんだけどね、このスケルトンなくても突破できることに気づいたので、僕は最後6時にね、回したんですけど、で、ここもシングルインフェルの援軍とかいろいろ被るタイミングで、こうして、ファイヤーボールを飛ばしていくと。で、ロイヤルチャンピオンがね、上の方のテスラの方に進むような形のルートになります。スーパードラゴン出してないからですね。で、6時の左の方のエリクサータンクに当てると、これテスラ2本が折れるんです、スーパードラゴンで。で、ロイヤルチャンピオンの方で、インビジブルかけてあげて、このヘイスト薬も合わせて使っていくことで、3時の区画を突破していくと。で、シングルターゲットとかね、この辺バルーンとかスーパードラゴンでうまくかわしつつっていうようなやり方をとって、この辺の、どうだろうね、どっちの方がやりやすいかっていうところをちょっとね、自分の中で試してみてください。クイーンの方はね、これフェニックスついてるんで、最悪死んでもね、
ある程度最後仕事してくれるっていうところもありますが、はい。2通り今回はご紹介しましたが、基本的な考え方としては同じようなプランになってます。はい、というわけでね、やっていきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、再現性も怪しいところもあるので、難しいかなとは思うんですけども、インドラの方が、ロイヤルチャンピオンをタゲってくれた方が、インビジブル2枚型の時はいいかなって感じもするので、若干左側から出してあげるのもいいかもしれないですね。しっかりここはね、ロイヤルチャンピオンまでインビジブルかけてあげないと、ここね、ターゲットずれちゃうので、なかなか難しいんですけど。はい。で、ここで、スーパードラゴンが。さっき言うの忘れてた。ほら、1枚だとこうなっちゃうんだよね。だから、2枚当てたいみたいなイメージなんだけど、インドラがいる方はこうして、インドラのヒーローに対しては、ほら、スーパードラゴン溶けちゃうんだよね。だから、インドラのかかってないヒーローの方にはスーパードラゴン2体当ててほしいですっていうことをさっき言ったんですけど、一個一個は一応意味のあるようなね、設定をしておりまして、難しいながらでもこれはかなり簡略化した上で再現性もね、ある程度あるものをね、今回紹介しました。難しい部分は多く、忙しい部分がやっぱ多いのかなって感じもするんですけど、参考になれば幸いです。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。